こっちだ新入り。よし、柵のそばに立っててくれ。こっそり何かを押し込んだと疑われたら面倒だ。てめえの顔の青ざを見てみろ。俺があのバーに関わるなと言った理由が分かったか。ちゃんと迂回しましたよ。ただ大通りを抜けて次の路地まで追ってくるとは思わなかったもんで。違う、よく聞け。距離なんてもんはな、てめえらが無駄話で話題にするようなすげえやつぐらいにしか通用しねえ。だが昔から街をぶらついてる人間がわざわざ忠告するようなやつだとしたら、役になんぞ立つもんか。少なくともあのバーの女は人類で最も命知らずな部類に入る。あいつが俺を倒すのに2秒もかかりませんでした。どこが命知らずだって言うんです？義手で殴られる方が弾に当たるよりマシさ。加減ってもんが分かってる女じゃねえか。まあいい、そんなことを話すために来たわけじゃねえ。てめえがやらかしたことは大したことじゃねえ。一番簡単な道を探して手引きしてやるつもりだった。だが状況が変わった。今はここでしばらくやり過ごすのが最善だ。話についてけないんすけど。なんというかてめえの安全のためだ。こっちへ来て心の準備をしろ。イヴァンが、今回てめえと組んでたあいつが死んだ。なんだって？声を抑えろ。町の奴らに話が丸聞こえになっちまうぞ。流れ者がよく行く工事中ビルの中で発見したんだ。死んでから少なくとも1日は経ってた。あのバーの女がやったんですか？違うようだ。あの夜女は朝方まで店にいた。店には客も数人いた。それにあのやり方、前に言った通りあの女は加減ってもんを心得てる。それでわざわざ来てやったんだぜ。若者の柔軟な頭でよーく思い出せ。あの日何があった？ですが俺もイワンに連れられてあの店の周りを見張ってただけで、すぐあの女にコテンパンにされたから、他のことは何も。もっと詳しく話せ。うちは大都市の犯罪組織じゃねえ。街をぶらついてるだけのやつらだ。仕事だって完璧じゃねえし、問題は溢れ返ってる。今人類はもっとでかい戦いをしなきゃなんで。前みたいに街角で騒ぎを起こすのはやばい。親愛なるアイギス政府に目をつけられるからな。だが誰かがルールを犯したとあっちゃ対応しないわけにいかねえ。よく考えろ新入り。てめえには時間がたっぷりある。なんで座ったまま眠ってたんだっけ。うわ、肩が痛い。ようやくこの部屋を見つけたのに、ちょっと無駄遣いかもね。
すぐ食べ終わっちゃうな。節約すればあと1日持ちこたえられるけど、この天気雪が降りそう。余裕を持っておいた方がいいよね。だから俺がおとりをやるってことですか？そんな大げさなもんじゃないさ、怖がるな。てめえが入った後、俺の信号が見えたらそいつは無理か。そんじゃ奇妙な音がしたらブツを捨ててとっととずらかるんだ。いいな。わかりました。よし行け。この仕事が終わったら夜の酒をおごってやる。もしもし、直接言えよ。盗聴とかの心配するな。よし、前に言った通り準備させてくれ。何かあったんですか？アンドレイは近くの高い場所で不審な娘を見つけ、その娘はイワンの服を着ているようだ。娘？物騒だな。ねえ。行け。さっき言った通りにやれ。何も問題ない。余計なことは考えるな。まったく、こんな鬱陶しい天気の中で働くのは嫌になるぜ。だが規則は規則だ。次は注意するんだな、お嬢ちゃん。今日は人が少ないな。天気が悪いからかな。これじゃあ普通のお客さんも来ないよ。強盗に入るようなやつもねえ。路地にいるあの人、コソコソしてる。追われてるわけじゃなさそうだね。他の町から逃げてきたとか？とにかくあの人を追ってみよう。食べ物をたくさん手に入れてね、強盗さん。こんなに奥まで来たけど、マジで誰かが俺を見ててくれんのか？こんな天気なのに野良猫がぶらついてるとはな。ほら、屋根のあるとこに行ってろ。どうして逃げたんだろう。脅かすようなこともしてないのに。まあいっか。これならあいつを背負ってどこかへ運ぶ必要もないもんね。あ、この袋、空っぽ？てめえが釣れるかどうか試しただけさ。これのために強盗したりしねえだろ。何かをやるときにはコスパってやつを考えないとな。まあ俺もマジで食い物を狙ってくるとは思わなかったが。本能的な欲求とはいえ、少しの食い物のために命を脅かすとは割に合わねえな。そう思わねえか、お嬢ちゃん。命？ごめんね。確かにこの袋を奪おうとしたけど、あんたが探してるのは私じゃないと思う。人を殺したことはないもの。そいつは予想外だな。俺はてめえと話せるとは思ってなかった。だが話をする気がある以上一緒に来てくれ。上から報告しろって言われてんだ。俺らが探してるやつが何者かじっくり
ちきしょう、なんで腕が鉄みてえな感触なんだ。おい、決めておいたルートを覚えておけよ。同士打ちは避けろ。あの女武器を持ってるかもしれねえ。注意しろ。この路地まで来ればきっと。あいつだ、捕まえろ。まだいるの？腰が、この女、体の中にクマでも飼ってんのか。俺に構わず、おい。しまった、行き止まり。仕方がない。用があるなら早く言え。あいつ非常階段を通ってファストフード店を迂回して逃げました。これじゃあなんとかして足止めしろ。非常階段が少ない路地におびき出せ。向こうは一人だ。太刀打ちできねえだろ。てめえらは俺と一緒に来い。ボロとネイでフライドチキンにこんなに唐辛子をかけるのは姉子くらいっすよ。真っ昼間からこんなものを食べて病院に行く羽目になっても俺に文句言わないでくださいね。私はさっき起きたばかりだから、これは私にとって朝食ってとこかな。それってもっとまずいんじゃ。よくもまあそんなことが言えますね。おいお前ら、人の店の前を走るなよ。上から聞こえてくるようだな。どうやったら屋根であんなにでかい音を立てられるんだ。犬サイズのネズミでもなかったら。あいつここに入ったか。どうやら本当に誰かいるようですね。ああ、戦場であれだけ苦労して町に来てもあんな奴らがいるなんて。私が行ってみてこよう。ニコライ、このバーレルをここに置いておいてくれ。それじゃあ後ろの客全員これのせいでむせてしまいますってば。もう詰めましたが、袋はどうします？結構だ。すぐにこれを使うことになるかもしれない。高くて滑る壁、袋小路。わざとここに追い込んだんだね。これっぽっちの食べ物のためにここまでする？私があいつらの言うような殺人者じゃない限り。そこで何をブツブツ言ってんだ。ようやく状況が分かったか。その目はなんだ小娘。俺が前に住んでた建物に恐ろしく卑屈な猫がいてな。そいつはいつも今のてめえみてえな目で見ていた。イヴァンが死ぬ前もてめえみたいに睨んでたのか。私は殺してないってば。信じるはずねえだろ。俺が1年前の宝くじに当たったと100回言ったら賞金を配りにうちまで来てくれんのか。おとなしく俺と来るんだ。殺してないってことをおやっさんに言い訳する機会があるかもな。じゃなけりゃ。話が聞けねえようだな。刃物を持ってるから気をつけろ。できるだけ生け捕りにするんだ。目が貴様、俺の頭に何をかけやがったんだ。石灰粉か。目が開かねえ。
唐辛子粉を振りかけたフライドチキンだ。私は法を守る市民だ。石灰粉みたいなものは持っていない。貴様。おい、そこの人、大丈夫か？私なら大丈夫。多分。そうか、ならいい。3人。セルゲイがいないってことは、この先にも誰かいるかもしれない。歩けるか？私についてきてくれ。今のうちに逃げないと、後でもっと面倒なことになる。まったく、なんてざまだ。姿を消したか。だが怪我はしてねえようだな。少なくとも刃物の形跡はない。あの小娘がやったのか？バーンの。そうだと思ったぜ。手加減しかしないやつね。その上昼飯まで置いていきやがって。はあ、恐れていた事態になっちまった。さっきは派手に動きすぎた。殺が来るかもしれねえ。今日はずらかるとするか。こいつらを担いで帰るんだ。俺は戻って改めてあの女と話す。今更だけどアリが。ちょっと待って。これは？私が作ったカクテル。私はここでバーをやっている。誰かがここに座って何も言わない場合、私は何を飲みたいか聞く。話題を探して知らない人と話すのは苦手だから、これは私の習慣だな。甘い？酒というよりもソフトドリンクだからな。君は高校も卒業していないだろう。酒を出したら警察に捕まるのは私だ。美味しい。前に飲んだお酒みたいにむせるのかと思っちゃった。本当に酒を飲んだことがあるのか？前に盗んだものの中に入ってたの。飲むまでお酒だなんて考えもしなかった。ほら、この手法は役に立つ。これで君が追われていた理由が大体分かった。それで、なんて呼べばいい？呼び方？子供の頃から通りで暮らしていたとしても、名前くらいはあるだろう。まさか、あだ名すらないのか？
私はゴルカだよ。それじゃあゴルカさん、君は本当にあのチンピラから盗みを働いたのか？袋に入った食べ物を奪ったの。こんなのがあの人たちにとって重要なことなの？状況によるな。たまたま一回奪って顔を覚えられた場合、次に会った時仲間に殴られる程度のことだ。だがあの配置から見て事態は深刻だ。すぐ町に戻ろうなんて思わない方がいい。警察に行って自分が強盗の現行犯だと認めてから君を捕まえさせる。このまま町にいるのと比べるとボディーガードを雇うようなものだ。自分でうまく隠れるんじゃダメ？うまくをどう定義するかによるな。個人的には理解できないストリートの秩序に挑戦することは進めない。あいつらは時々見た目からは想像もつかない賢さを発揮する。君をここまで追い詰めたものは何だ？私、あんたが何を言いたいのかわかんないんだけど。君は街をぶらついている子供には見えないな。同じ年頃の子を見たことがあるが、何度か会話を交わしてようやく女の子だと分かったほどだ。それにそんな子はバーの経営者にギャングの報復について聞いたりしない。家出でもしたのか？15、6歳で借金を背負って大家に追い出され街をうろつくなどあってはならないことだ。私、お母さんは私がちっちゃい頃に病気で死んじゃって、それからはお父さんが育ててくれたの。でも先月、過労のせいでお父さんも死んだ。治療のためにうちの貯金を使い果たしちゃったから。すまない。聞くべきではなかったな。大丈夫、平気だよ。心の中に閉じ込めておくより口に出した方が気が楽になるもん。ネズミや虫は私の人生の出来事を聞いてくれないし、私の状況がまずいのはわかるけど、店長さんはどうなの？ストリートのルールが通用するのは彼らの間だけだ。普通一般人には手を出さない。ボロトネイには警察もいるしな。彼らは私を相手にしないはずだが、これには他の理由がある。とにかく君がここにいることでこの店がある日突然火事になる心配はしなくていい。君を追っていたやつにそんな力はない。店長さん。イスカラだ。イスカラ店長？つまりここで働けないかって？ずっとバーをやってると心が読めるようになるの？無理だな。それに帰る家もなくストリートにも戻れないと知った子供が他に聞くことがあるか？君に仕事を与えることはできる。なんといっても最後のインターンが少し前に転職したからな。でも私、バーがどんな場所かもわかんないのに、本当に大丈夫かな？インターンのほとんどは君より少しばかりバーってものを知ってるだけだから、まあ大丈夫だろう。どうせ最後は私が教えることになる。階段を上がって左側にある物置の鍵だ。中には前に注文しておいた S サイズの制服がある。それを持ってまずはシャワーを浴びてくるといい。ここでの生活についてはまた後で話そう。ありがとうございます、店長。ここの人たちが私の名を省略したがるのはどうしてだろうな。カティア人にとって別に長くはないと思うけど。
あの本店内に置いてあったはず。あった。第一章でヒロインの身に起こったことをそっくりそのまま使うとは。嘘の中に少しの真実を混ぜるようにと教えた人はいなかったらしいな。